はい、皆さんこんにちは。ジャパンテックチャンネルのイタルンです。はい、こんにちは、バナナです。今日はですね、最近よく見かける企業で、僕が気になってる、興味があるところがありまして、それの新しいサービスについて、イタルンのご意見をお聞かせいただければなと思ってるんですけど、大丈夫ですか？もちろんですよ。ありがとうございます。じゃあね、その会社の会社名は出さず、事業のモデルがどうかっていうそういう分析という形でやってみましょう。はい。じゃあ、事業の概要だけ、ご紹介させていただくと、最近始まった新しいモデルのサービスで、電気とかガスとか携帯電話、インターネットなどの生活のインフラを提供するところらしいです。ユーザーの利用金額に応じて株の引換券を付与されるものらしいです。その引換券が株に交換されるっていうものらしいです。はい、じゃあそのビジネスモデルの、分析をしていきましょう。あくまでも分析であって、商品の購入とか利用とか、あとは投資とかを、推奨するものでも批判するものでもありませんので、あくまでも最終的な判断はご自身で、行ったりとか、専門家に相談をしてください。良いところっていうのは、一番特徴的なところだよね、国民総株主計画っていうようなテーマを掲げてまして、日本人全体というかね、そのいろんな人に株を持ってもらいたいっていう、そういう、教育的な意味があるのかな。金融リテラシーを高める、そういうような目的があるところは面白いなと思っています。で、しかもね、IPO を目指していて、未公開株を最初に配るわけですよね。ポイントのような感じで。でそうすると、未公開株が、公開された時ってやっぱり株価が結構ダーンと上がったりしやすいので、そういう経験ができると。でそういう経験は普通は、起業家がですね、経験することなんだけど、それが利用者にも、享受できるというか、利用者もそういう体験をできるかもしれないと、うまく IPO できたのですね。ただちょっといろいろ後で詳しく述べますけど、希釈化したりとか株がですねたくさんいろんな人に配られるので、その価値が少し下がり気味になったりとかする可能性があるので、実際に本当にどれぐらい上がるかっていうのはちょっとわからないなと思うんですけど、一応そういう可能性としてね、そういう、経験ができるかもしれないということですね。であと、もうちょっといい点としては、事業として生活インフラ、例えば電気とか水とか携帯電話とか、通信ですね、そういうところを選んでると、これ結構ターゲット層が広いんですよね。なので、最初のテーマでですね、国民総株主みたいなそういうことを言ってるんですけど、それを実現するためにはこういうターゲットが広いところっていうのは、かなり適しているということと、あと、こういうこの手のビジネスはですね、不況にも強いというのもあるでしょうし、ユーザーがある程度一定毎月毎月お金を払うので、安定収入にもつながるし、ユーザーはその分ポイントみたいな感じで株がもらえると、そういうモデルにですね割とマッチした選択をされたのかなというふうに思います。なるほど。じゃあやっぱ聞いた限りだと、やっぱあれですね、利用指導というか、ね、株の体験もできて、生活のインフラなんで、パッて切り替えるだけで済むって言ってしまえば済むので、ちょっとやってみようかなって思いますね。そうね、株もらえるけれど、いわゆるそのポイントみたいな感じの額ですよね。でそれが、IPO で何倍かになるとしても、100倍200倍とか1000倍ではないので、それが理由で大金持ちになるというようなものというよりかは、そういう体験ができるっていう、そんなようなイメージかなとは思います。とはいえね、課題もあるような気がしています。特にこの会社が、抱えるような問題っていうのはいくつかあるような気がしているので、ちょっとそのあたりについてもお話をしたいと思います。まず短期的な課題ですね。この会社の場合、早期上場を目指しますと。で例として、2、3年という、年数を挙げているんだけど、2、3年ぐらいまでの、IPO までの期間の課題ですね。これはちょっとその一般的な課題でもあるんだけど、そもそも IPO できるかどうかっていうのもちょっとわからないと。目指せば全員できるものでもないので、そこはもう約束されたものではないですよとか、あとは、上場しても
大体その未公開株の状態から持ってる人って、上場した瞬間にはその日にはですね理解できなくて、90日とか180日くらいのですね売れない期間、ロックアップと言われますけど、そういう期間がありますよと。で話題性の高い銘柄だったりすると、そこでダッとこう株価が上がって、ちょっとすると少しこう落ち着いてですね結構下がってしまうということもあるので、実際にどれぐらい儲かるかっていうのは、ちょっとわからないかなと。おそらく儲かっても、プチ体験っていうぐらいのイメージかなっていう気はします。ここまではね一般的な話なんですけどね。でどちらかというとその中長期の問題の方が、大きいような気がしていて、ユーザーが増えますと。でユーザーが増えて、そのユーザーが使うサービスも増えていくとですね、売上が上がって、利益を生みやすくなるわけですよね。でそうすると普通はですね、株を配らなければ企業価値というのは上がっていくんですよね、利益が上がって。でそうすると、会社の時価総額が上がって、1株の価値が上がっていくと、そういう仕組みなんですけど、そうやって、株っていうのは株価が上がっていくんですけど、この会社の場合はですね、利用に応じて株を発行していってしまうんですね。でこれが上場の後にもう株を発行するのかどうかっていうのはちょっとそういう記述とか説明は見当たらなかったんですけれども、もし仮に株を発行し続けた場合ですね、ユーザーが増える。でその1ユーザーあたりの利用も増えたりして売上が上がって利益が上がって時価総額は上がるけれども、その分、株を吸って1株あたりの、価値が下がっていくと。上がる圧力と下がる圧力両方あるわけですよね。で株するといってもやっぱり無尽蔵無限にするわけには多分いかないと思うので、そのあたりをですねどういうふうに設計するのかなっていうのがおそらく中長期ですね、特にその上場の後の問題としてあるんじゃないかなというふうな気がしました。もしね株をするのをやめてしまうと、この会社の特徴っていうのがですね、今のところ見当たらなくなってしまうんじゃないかなっていう、そういうふうにもちょっと見えるので、その株を発行し続けるのかどうかとかですね、それをやめるならどういうふうに舵を切っていくのかなっていうのがちょっと、気になったところです。なるほど。そっか、確かに上場した後のこととか考えてなかったです。そうなんでね、上場が目的っていうふうにも見えるかなっていう気がします。だけど企業にとって上場ってやっぱり、マイルストーンの一つなんだよね。上場の目的は本来はですね、起業家がそこでお金持ちになるっていうのが目的ではないんですよね、企業としては。もちろんそこをマイルストーンにする企業家はたくさんいると思うんだけど、本来は会社がそこで市場からお金を集めますと、それが目的なので、そのお金をね上場して集めて、資金調達をして、どうやって伸ばしていくかっていうところですね。ここがやっぱり、まだちょっと僕には理解できないなと、まだ書ききれてないんじゃないかなというふうに見えます。あとはちょっと細かい点なんですけど、この会社が上場までの間にユーザーに配る株というのは議決権のない種類株なんですね。これはよく株主総会っていうのを聞いたことあると思うんだけど、株主総会で、経営者がですね株主に対して、つまり会社の所有者に対してですね、会社の経営こういうふうにしたいっていう、提案をしてくると、これに対してイエスノーのですね投票する権利を持つわけですけど、これはないということですね。なのであくまでも先ほど言いましたけど IPO の体験ですね、ここに的を絞ったようなサービスになってくるのかなというふうなことを感じました。ありがとうございます。少し理解が深まりました。じゃあIPO とかの経験はできるけど財務諸表とかの読み方とかそういうのは別途自分で勉強とかした方がいいっていう感じですかね。そうだね、IPO の経験ができるっていうことがそもそも貴重なのでそこがテーマになってるっていうことなんじゃないかなと思います。でちょっとねまとめますと、それもあるし、あと株をすり続けると希釈化しちゃうっていうことなんですよね。そこがちょっと事業のモデルとして矛盾しているように感じるところもあるので、その事業が永続的にですね IPO の後も長く続くと、それが前提だとしたらですねどういうふうに例えば株価とか企業価値とかその事業自体をですね維持していくかっていうのがこの、やってる方の経営者の方のですね腕の見せ所なんじゃないかなというふうに思います。
で、今日はこんな感じでスタートアップのレビューをやってみたんですけれども、今日の会社はですねホームページがしっかりありまして、あと、目論見書なんかが公開されてましたので、ちょっとレビューはしやすかったんですけど、今後もですね、何かこういう感じでスタートアップとか面白い企業を取り上げて、ちょっと紹介といいますか分析なんかをしていければと思っています。ただあくまでもなんつうんでしょう、情報提供とか、分析とかですね、そういったことを目的としてますので、投資だとかサービスの利用だとか、批判しているわけでも推奨しているわけでもありませんので、その点はご理解お願いします。はい、では、本日もご視聴いただきありがとうございました。最後になりますが、もしよろしければチャンネル登録と高評価、あと何かご意見とかご質問とありましたら、くらいの記入とよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。さよなら。